皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。今夜は女性特有の症候群っていうんですかね、 PMS についてのお話です。私自身 PMS にすっごい悩んでいた時期があって、でいろんなことを試した結果ですね、効果のあったなぁと思うものをご紹介したいと思います。で PMS っていうのは生理前症候群で、生理前になるとなんかイライラしたり落ち込んだり、何かしら女性ってホルモンバランスが崩れるので、なんかちょっとねざわざわした気持ちになったりするんです。あとは調子がね本当にだるかったりとか、むくみやすかったりとか、症状はいくつかあるうちの人によってそれぞれ出方は違うと思うんですけど、今生理前だなって感じられてる方、たくさんいらっしゃると思います。でその中でも非常にその症状が重いなって自覚している方を、PMS に悩まされてるっていう言い方をすることが多いかなと私は思っているんですけども、これは女性だけの問題ではなくって、その悩んでる方の周りの人も結構悩ましいことなのかなと思っています。というのも私自身3年前4年前ぐらいから PMS がすごくひどくなってきた自覚がありました。でその時についついイライラしたり、気持ちが落ち着かなくって、パートナーにね当たってしまう、強く当たってしまうっていうことが結構あったんです。でそれは生理前だから仕方がないって自分の中で思ってたり、パートナーもそうやって思いやってくれて、今そういう時期だからしょうがないって言ってくれてたんですけど、なんかこれがずっと続いたり、どんどんひどくなっていったりしたのを、自分も経験してて、やっぱりどうにかしたいなって思ったんですよね。なので、私のように私のようにというか、私のパートナーのように女性のその恋人だったり奥さんだったり大切な人が PMS に悩んでいて苦しんでいて、かつ自分もそのことに悩んでる、こういう言葉を強く浴びせられて、ちょっと傷ついちゃったりとか、気分が荒れてて対応に困ったりとか、それが月に1回のペースで来るとやっぱり疲れてきてしまったりとかってあると思うんですよね。だから女性もホルモンバランスで仕方ないとはいえ、ないに越したことはないと思うし、ないことによって周りがやっぱりハッピーになるっていうケースは往々にしてあるんじゃないかなと思うんです。なのでこの動画は一私の経験談によるものなんですけど、ネットとか見ると結構共通してる部分もあるので、ご参考にしていただきたいなと当事者の方に対しては思いますし、パートナーとか周りのご家族の方に関してはもし悩んでる方が近くにいたら、なんとなく進めてみたりとか、そういう今から食の話もしますけど、食事を誘導してみたりとか、そういう風にちょっとご参考になれば嬉しいなと思ってこの話題をチョイスしてみました。それでは、今日も最後までぜひ、お楽しみください。はい、ではまず PMS という言葉、ちょっと冒頭に私なりの理解の言葉をお伝えしましたけど、ちょっとご説明をするとですね、生理前に起こる心や体の不調を指しますと。婦人科では月経前に起こり、月経時に消えていく不快な症状が繰り返し3ヶ月以上続き、しかも日常生活に差し支えるほど症状がひどい場合に月経前症候群 PMS と診断されますというふうに、説明があります。で、だいたい生理が始まる3日から10日ぐらい前から起こる不快な症状で、身体的なものから精神的症状まで実に様々な症状が現れます。生理が始まるとそのような症状は消えてしまうというのも特徴の一つですと。
この症状の引き金となっているのは、排卵後に増加してくるプロゲステロンというホルモンですと。でこれは本来妊娠を助けるホルモンなので、子宮内膜を柔らかくしたり、体内に水分や栄養を溜め込んだり、妊婦さんが安静に過ごせるように眠気をきたすような生理的作用を担っていますと。そのため生理前の時期は体がむくみやすくなったり、便秘がちになったり、また体温も上昇したりと、体調が低下しやすいのです。PMS の症状は更年期の症状と似ていますが違うものです。PMS は20代から30代の女性に多く見られ、生理周期も卵巣機能も正常な人に起こります。生活に差し支えるほど辛い時は緩和のために治療がいろいろありますので、我慢しないで婦人科へ相談しに行きましょうと書いてあります。で、私の今からこれやって一番効いたよっていう一番のものも婦人科に行ったことなんですよね。一番おすすめしたいのは、その PMS の症状があまりにも辛いなと感じたら、まずは婦人科に行くことを私は強くおすすめをします。で、私の場合だとそのイライラして暴言を吐いてしまうとか、なんかどうでもよくなっちゃう、今やってることが投げやりになっちゃうとかあったんですね。で、産後が一番ひどかったかな。3年前より産後が一番ひどくって、ちょうど1年前くらいかなに生理が始まったんです。妊娠してから生理がなくなって、で出産してもしばらくなくって、産後10ヶ月ぐらいかな経ってから来ました。で、久しぶりの生理だったんですけど、それ以上に精神的にものすごく不安定になりました。これはもうね、ちょっとどれくらい不安定だったかって言ったら恐ろしくなっちゃうぐらいなんですけど、もうなんか全て放り出して自分が消えてなくなっちゃいたいって思う、そんな時期があったんですね。で、こんな風に思ってなかったし、これは何なんだろうと思ったら、生理前に起こっていることが分かって、で、自分で、メモを取って、今月もこの時期、先月もこの時期、やっぱり生理前でこれは PMS がひどくなったのかなって思って、急いで産婦人科に行きました。で、相談をしたらすぐに漢方を処方されました。その漢方が、翼寒散という漢方で、とてもメジャーな漢方だそうなんですけど、残念ながら私が調べる限りでは普通の薬局には売ってないみたいです。で、似たようなね、翼寒散なんちゃらみたいなそういう漢方はあって、一回一回処方箋をもらうのがちょっと時間的に厳しいからと思って、なんかそのちょっと似たような漢方を買ってみたんですけど、全く効果がなかったです。で、翼寒散っていうちゃんと病院で処方された漢方はものすごく効きました。で、どういう感じだったかっていうと、なんか急に不安になったりとか、イライラしてきたな、生理前だな、PMS だなって思った時に飲むんですね。そうするとスーッと気持ちが穏やかになるっていう、効果があって、こんなに効くんだなってすごくびっくりした記憶があります。で、そこから結構その自分もすごくね、当時忙しかったのもあって、体力的にも疲れてたっていうのもいろいろ重なってそうなっちゃったから、できるだけその疲れないように、ストレスをためないように生活をしようとか、その食べるものを工夫したりとかっていうことで、今は漢方を飲まずにやってこれています。はい、なので一番は産婦人科を受診して適切な治療を受けることっていうのがおすすめです。で、2つ目はですね、食を意識したっていうことなんですけど、何を意識したかっていうことで言うと、間食を意識しました。それまで私は駄菓子っていうんですかね、一般的なホームパイとかカントリーマームとか、すごく美味しいのでそれを食べちゃいけないということではないんですけど、スナック菓子
を結構好んで食べてました。ポッキーとかトッポとか。だけどそういうお菓子をいっぱい食べるとやっぱり肌も荒れるし、なんとなく自分の中で良くないのかなって。なんでかっていうと、お砂糖がね、白いお砂糖がいっぱい入ってたりとか、ショートニングっていう、油の親戚みたいな純粋な油じゃないものが使われていたり、そのお砂糖と油はすごく私の中で大事なポイントだっていろいろと自分なりに調べていく中で行き着いて、油と砂糖のお話はこちらの動画でご紹介してるので、よかったら見てください。とにかくそういういろいろ調べるうちに、砂糖と油に気をつけようってなったら、お菓子をね、駄菓子をちょっと選ばなきゃいけないなって気づいたんです。なので今はね、月に 1,2 回そういうの口にするんですけど、代わりにアーモンドとバナナとレーズンで、このレーズンも植物油を使っていないレーズンです。あんまり売ってないんですけど、を中心にとっています。で、アーモンドに関してはセロトニンっていう幸せホルモンと呼ばれる神経伝達物質の生成に関わるホルモンを生成しやすくしてくれる、その値を上げる効果があるそうなんです。で、生理痛にも効く効果があるみたいで、1日20粒、が推奨されてるのかな、確か。なので朝必ずご飯食べた後に食べるようにしています。で、もう一つはバナナもビタミン B6 とマグネシウムがすごく豊富に含まれている果物だそうです。で、この2つの栄養素っていうのがセロトニンを増やしてくれる、そんな働きをしてくれるらしいんですね。そうなので、いわゆる自分がハッピーに感じられる食べ物をインプットするようにしたっていうのがあります。で、アーモンドとバナナの他にそのレーズンは純粋に私すっごい食べるのが好きなので、一回食べ出したらとりあえずしばらく口を動かしてたいんですね。で、なのでレーズンってちっちゃいじゃないですか。で、ちっちゃいから咀嚼する数が増えて満足度が高いっていうのと、お砂糖を使ってないのにすごく甘いですよね。果糖があってで凝縮されてキュッと濃厚になってる。それが満足度を高めてくれるっていう意味でレーズンはとってます。ただレーズンの大半はですね、市販に売ってるレーズンはだいたい油が入ってるので、私はそれは買わないようにしてます。本当に純粋に干しぶどうだけが入っているものを食べるようにしています。で、その食べ物を変えただけなんですけど、とりあえず今のところ PMS らしきものは出てないんですね。で、本当にこれがジャンキーなものをやめて食べ物を間食をガラッと変えたからすっかりなくなったかっていう検証はできてないんですけど、私の感覚的にものすごく効果があったなと思っています。ちょっとイライラしたらバナナ食べようって常に常駐してくれてますし、常駐してくれてるし、アーモンドも切らすことがないように常にストックしてるし、ちなみにアーモンドもお塩とか油とかが入ってないものを食べています。すごくね、体が軽くなったなっていう印象、体感がありますね。そう、この食べ物が私は一番効くような気がします。で、もう一つ言うと21時以降、夜の9時以降お酒を飲まないようにしています。産後1年1ヶ月で断乳をしたので、もうお酒は解禁しているんですけど、妊娠前よりはもう本当にすごい量は減ったんで、それだけでも良かったとは思うんですけど、夜遅くに飲まなくなったっていうのも良くなった原因の一つではないかなと
思っています。というのも、お酒っていうのはその先ほどPMS の下りでも話したように、女性ホルモンであるプロゲステロンっていうのとエストロゲンっていうのが増えるんですが、これらが肝臓のアルコール代謝を抑制する働きがあるそうなんですよね。だから生理前とかに飲んでしまうとアルコールが分解されずに体に残っちゃうっていうのも良くないし、それ以外にも肝臓っていうのは血糖値を下げるためにインスリンっていう膵臓から出てくるホルモンを大量に使うんですけど、そのインスリンが月経前だとちょっと出にくくなるらしいんですよ。だからインスリンが出なくて常に低血糖状態になっちゃうっていうようなこともあって、お酒と生理前っていうのはとても相性が悪いものなんですね。普通に暮らしてて生理前に飲んだらあんまり良くないなとかなんとなく肌感でね知ってるよって方もいらっしゃると思うし、生理前に飲むとあまり美味しくないってね感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それの感覚は当たっていて、そんな理由でお酒っていうのも控えめにした方がいいっていう記事はたくさん出てるんですけど、私も毎日飲まないですし、夜遅くに飲むことはもう本当にないですっていう、その間食とお酒の部分を改善しただけでかなり良くなりましたね。だけど産後生理始まって PMS めちゃくちゃひどいなって思った時はまだおっぱいあげてたのでお酒は飲んでなかったことを考えると、その間食のを変えたお菓子からアーモンドとバナナとレーズンできるだけと和菓子かな、あんこも砂糖いっぱい入ってるけど生クリームよりもお豆ね、でできたものの方がいいかなと思って、和菓子を食べるようにしたりとかっていうそのスイッチしたことがかなり良かったのではないかなと今のところ思っています。はい。で他にはお風呂に毎日浸かるとかカフェインをあんまり取らないようにするとかあるんですけど、私の中では間食食べるものっていうのはすごく一番大きいかなと思います。でも多分最も一番大きいのはストレスをためないことだと思います。でストレスをためると先ほど言った幸せホルモンと言われてるセロトニン酸がどんどん消費されていっちゃうし、常に緊張してると自律神経、交感神経が活発になって寝る時とか休みたい時に副交感神経に切り替えられなくて常に緊張状態っていうのが続いてしまって休めない、でまたストレス溜まるっていう、悪循環になりますので、その極力ためないような工夫をするというのが、一番有効だとは思います。だけど自分で変えられることと変えられないことがあるので、その場合食べ物食生活っていうのを変えてみるっていうのは大きな一つのいいきっかけになるのじゃないかなというふうに考えております。はい。ということで今日は PMS に効果があったものというのをご紹介させていただきました。皆様も何かこういったものが効果あったよとか、こういうことをしたらもっと良くなったよとか、そういうことがあれば教えてください。でもとにかくためらわずに産婦人科にまず行ってプロの治療を受けるっていうのが一番いいと思います。はい。それでは、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。